あなたはカルト宗教なんて他人事だと思ってはいませんか？ 2021 年、ある男性が警察で自分の家に死体があると告げました。話を聞いた警察が現場に向かうと、男性の家の中では彼の息子と13歳の少女が怯えていました。異様な雰囲気を察した警官は意を決して部屋の奥へ進みます。するとそこには男性の言った通り1体の死体が。しかしその遺体は警察の想像をはるかに超えていたんです。遺体はミイラのように目がなくなり、クリスマスのイルミネーションで装飾されていました。後に死体損壊の容疑で逮捕されたのはカルト宗教の7人の信者。7人は遺体について取り調べを受ける中、こう主張しました。彼女は死んでいない。焦点しただけだ。ミイラ化した遺体が見つかった宗教団体ラブハズモン。世界的なカルト宗教ラブハズモンの実態とは？私たちもカルト宗教によって知らぬ間に洗脳されているのかもしれません。おさす、みんなインスタフォローありがとう。ケンちゃんです。今日なんかシンプルだね。洗脳よりも脳殺が得意。闇闇子です。怖っ。本日皆様にご紹介するのはですね、教祖が死んだ後、その遺体をクリスマスのね、イルミネーションで飾ったというね、イカれた宗教ラブハズモンについてなんです。ちょっとカルト宗教ってだけでちょっとヤバいのは少しわかるんだけどさ、何？遺体を装飾ってのはピカピカに光ってたの？遺体が。想像もしたくないですけど、カルト宗教ってもの自体がですね、日本でいうとオウム真理教が起こした事件があってですね、やっぱりマイナスイメージっていうのがどうしてもね、ありますよね。というわけでですね、ごく一般のね、人がね、カルト宗教の洗脳を受けてね、いろいろ恐ろしい目に遭うみたいなね、ことがね、この動画でわかると思うんですけど、早速見ていきたいと思います。装飾された遺体。遡ることおよそ半年前の2021年4月28日、アメリカ・コロラド州の小さな町が今回の舞台。ラブハズウォンという宗教団体のメンバーの一人、ミケル・ランボイが警察に行き相談をしたことで事件は発覚。所属している宗教団体の仲間が俺の自宅にリーダーの死体を持ち込んだんだ。やばいと思って逃げようと思ったが、その死体を持ち込んだ奴らに息子が囚われている。助けてくれ。驚いた警察は早速ミケルの自宅に捜査に入ります。すると本当にミケルの言う通り、ミケルの息子が13歳の少女と一緒に軟禁されていたんです。子供たちの状態が心配されましたが、幸い健康状態に問題はありませんでした。子供たちを保護した警察は引き続きミケルの家を捜索。その結果、多くの部屋で遺体を発見したんです。遺体を発見した警察はあまりの状況に息を飲みました。どうして遺体が飾り付けられているんだ。しかも飾り付けられているだけではなく、遺体自体が異常な状態になっていました。なんとまるでミイラのように遺体が干からびていたんです。警察が見つけた遺体は目を失い、唇が縮み、歯が丸見えになっていました。ミイラ化しているだけでも異常なのに、さらにその異常さを際立たせる周りの状況。寝袋に包まれた遺体がクリスマスのイルミネーションで装飾され、遺体の周りには神を崇めるような聖堂が設置されていたんです。遺体の目には不気味にキラキラと光るラメまで施されています。警察は遺体の取り扱いと子供の軟禁を問題視し、宗教団体のメンバーであるジェイソン・カスティージョ、オブデュリア・フランコ、ジョン・ロバートソン、ライアン・クレイマー、クリストファー・ロイヤー、サラルドモ・ルフ、言いづらいな、言いづらくはねえか、カリン・レイモンドの7人を逮捕。警察はミイラ化した遺体を回収し調べました。遺体は状態が悪く、個人の特定が難しい状態でしたが、容疑者たちの証言から宗教団体のリーダーエイミー・カールソンと判明。そしてそれと同時に容疑者たちは遺体となっていたエイミーについてこう語りました。彼女は死んでいない。焦点しただけだ。怖すぎるだろこれ。なんと信者たちは死亡したエイミーを神格化してイルミネーションで飾り付けてご神体のように扱っていたんです。みんななんでこんな宗教入っちゃった？もう最初に。エミリーってリーダーだった人よね。リーダーが死ぬと神になるの？これだけ聞くともうわけわかんないですよね。でもですね、彼らも洗脳を受けちゃったんで、もう何でもありな状態になっちゃったんですよ。そのためね、リーダーは絶対的存在だと思ってたんで、このようなね、考えに至ってしまったんです。というわけで、本日のメトラキーワード、洗脳について。洗脳は強制力を用いてある人の思想や主義を根本的に変えさせること。強制力には暴力や精神的苦痛だけではなく、社会的圧力も含まれるんです。前取り扱ってた MK ウルトラ計画だと、拷問して洗脳やってたわよね。MK、あれ極端な例なんですけど、でもですね、皆さんね、自分はかからないと思ってるでしょ。俺も思ってるわ。でもね、やっぱ調べてみるとですね、洗脳はね、誰にでもかかる可能性があるんです。メトラの皆さん、せっかくアルゴメトリー見てるんだから、学んで油断しないでください。
実は洗脳はカルト宗教や特殊な組織だけで行われるわけではないんです。虐待やいじめ、会社からの圧力など苦痛を味わう環境に長くいると知らぬ間に洗脳されてしまうこともあるんです。もうこんな環境にね、皆さんいらっしゃったらもう早く、一刻も早くもう逃げてください、本当に。今回の事件でも共同生活を行う中でメンバーたちは洗脳されていったんです。確かに DV とかの事件もなんで抵抗しないのよって思うけど、その受ける中でいつの間にか洗脳されちゃってるの、そういうことなんですけど、あとは親からの虐待っていうのも洗脳をね、受けやすい状態でもあるんです。ではですね、カルト宗教ラブハズボンではなぜ洗脳が起こってしまったのか、その実態から見ていきたいと思います。ラブハズウォンとエイミー。ラブハズウォンは2006年に発足した光の銀河連邦というグループが元になっています。中二病みたいな名前だな、おい。当時から独自の哲学や陰謀論、飯や崇拝などを組み合わせた思考をアピールし、偏った思想のグループとして活動していました。ただ当時のメンバーは20人ほどだったので、それほど目立つ宗教団体ではなかったんです。しかし、ミイラとなって発見されたエイミー・カールソンが入信し、彼女がリーダーになってから徐々に様子が変わっていきました。名前が光の銀河連邦からラブハズボンに変わり、YouTube で活動動画をストリーミング配信し、ラジオ局を運営。めちゃくちゃハイテク。さらにはネット上で健康食品や医薬品、お守りなどを販売するようになったんですが、その多くはデタラメで数えきれない人が詐欺に引っかかったんです。そんな怪しいカルト集団と化してしまったにもかかわらず、メンバーは徐々に増えていき、規模も大きくなっていきました。なんで？エイミーはその増えた信者に多大なお布施をさせて、資産のほとんどをラブハズボンに寄付するように強要していたんです。さっさとやめろもうそれ。そんなエイミーは信者たちに対し到底信じがたい主張を繰り返していました。私の父親は大統領のドナルド・トランプよ。クレオパトラやマリリン・モンローは私の前世で、私は転生を繰り返していて534人の人生を生きているの。だから本当は190億歳なのよ。どういうこともなんか計算もなんか合ってなくないこれ。いや、小学生のホラー話じゃないんだから、誰が一体こんなの信じるわけよって思いますよね。俺も信じないわ。信じないと思うんですけど、やっぱもう洗脳かかってるともう何でも信じるんですよ。なんでかわかる。だって洗脳かかってるから。もう元も子もない。洗脳かかってたらもう無敵。もう全部もう言いなり。何でも OK。もう神、ハッピー、スーパーハッピーみたいな状態なんですよ。でもということは、エイミーが信者を洗脳してたってことでしょ？この人何者なの？実はエイミーの素性っていうのはすごい意外なものがあったんです。エイミーが光の銀河連邦の存在を知ったのは30歳の時。きっかけは YouTube。信仰を続ければ違う人物になれる。今の生き方はあなたの望んだものではない。そんな光の銀河連邦の言葉に共感したエイミーは徐々に傾倒していくようになるんです。なぜならエイミーもまた今と違う自分になりたいと思っていたから。当時のエイミーはマクドナルドのフランチャイズ店の店長をしていました。目立つことも人に迷惑をかけるようなこともないごく普通の主婦だったんです。しかしエイミーはそんな普通の生活に不満を感じていました。当たり障りのない結婚生活、行き止まりの仕事内容、自分の生き方は本当にこれで良いのか悩んでいたんです。光の銀河連邦にのめり込んだエイミーは3人の子供たちと夫を捨てて入信。エイミーの長男は後のインタビューでこう答えています。僕は彼女を愛していました。しかし彼女は最高の母親ではなかったんです。もう子供が3人もいて幸せだったはずなのにさ、何よ。まあなんかその変わり映えのない日常っていうのにね、不満をね、抱く気持ちもまあわからんではないです。やっぱね、僕もなんか新しいことに挑戦したりとかね、そういうの好きなんで、まあただって話ですよ。いや常にね、変化求めてるのはわかるんだけど、それにしてもよ、3人も家族捨てる？ただね、これがね、エイミーの本当にね、自分の意思だったのかっていうのは疑問が残るところがあるんですよ、皆さん。入信したエイミーはあるものを大量に摂取。それは酒とドラッグ。さらには眠らせない、食事を取らせないなどの方法によって洗脳され、エイミーは正常な判断ができなくなっていたという噂もあるんです。つまりエイミーが言っていた自分はトランプの子供だとか、534人の人生を生きた190億歳という話はドラッグによる幻覚作用によるものだと考えられます。しかしエイミーのこうした発言はネット上で注目を集め、多くのフォロワーを集めるきっかけになりました。さらには複数の男性メンバーと関係を持ち、男性信者の信用も得ていたといいます。悪い女やな。こうしてグループから絶大な支持を得たエイミーはラブハズボンのリーダーとして君臨。エイミーは自分がされたように信者に身体的及び精神的虐待を繰り返すようになりました。一晩に 4,5 時間しか眠ることを許さず、食事も極端に制限。さらに酒やドラッグで判断力を低下させ、信者たちを支配下に置いたんです。信者の中にはそれでも脱走を試みた者もいました。しかし脱走は失敗。脱走した信者は方向感覚を失った上、裸になり脱水状態になった状態で森林の中で発見されました。やばすぎだろこれも。こうして20人程度の小さなグループだった光の銀河連邦は世界的にもやばいカルト宗教ラブハズボンになったんです。全然ラブがない。普
通の主婦が世界的カルト宗教の教祖なんて誰が想像するの？しかもきっかけ YouTube でしょ？そうなんですよ。なのでですね、皆さんもね、洗脳っていうのは実はね、人事じゃないんですよ。実はね、このアルゴメントのチャンネルでもいろんな洗脳の要素が含まれていません。ある意味洗脳なのかもしれないですけど、我々はね、そんなことしない。もうコツコツね、誠実にクリエイティブを作っているんですけれども、これからもね、アルゴメントよろしくお願いしますので、ちょっと話が逸れちゃったんですけど、でも皆さんほんと洗脳身近にあったりするんで、ね、せっかくこの動画見ていただいてるんで、ほんと気をつけてください。解けない洗脳。エイミーのミイラ化した遺体が見つかり、死体損壊の容疑で7人のメンバーが逮捕されたラブハズボン。逮捕者が出たことを受け、ラブハズボンの組織のウェブサイトは利用できなくなりました。ラブハズボンの幹部メンバーも幹部を降り、リーダーのエイミーは亡くなりました。つまり洗脳されていた信者たちは解放されたんです。警察に通報したミケルも子供が無事に保護されたことで助かったと思いますよね。しかし、ミケルは警察に対してはこう話したんです。エイミーは死んだように見えるが、実際には神聖な存在であると信じている。つまり、警察に通報したにもかかわらず、ミケルはエイミーを神と信じて疑わなかったんです。やべえな。さらに現在のミケルは表立って活動はしていないものの、今も信仰を続けているんです。洗脳の深さが伺えます。しかもラブハズボン自体も Facebook ページと YouTube アカウントの名前を変更し、団体名を変えただけでカルト集団はそのまま活動しているんです。炎上した後のなんか大学のサークルみてえだな。ラブハズボンにより資産を奪われた、家族が帰ってこないなどのトラブルはまだまだ多く、現在も逃走が続いています。今も新しいサイトで同じような活動を行い、新たなメンバーも集めているため、警察はこの団体の行動をマークしています。逮捕者が出てるのにそのままこの人たち活動してるわけ。こんな組織に騙されないようにするのはどうしたらいいの？やっぱりですね、ある一人からの情報って鵜呑みにするんじゃなくて、自分でも調べたり、いろんな人の意見をね、いろんな立場から見ることっていうのが大事なんですよ。この洗脳もそうだけど、戦争が起こる構造とも似てますよね。たった一つのね、思想を信じるがあまりね、他が全部ダメだって考えちゃって、戦争が起こったりとか、今回で言うと戦争ではないけど、自分の思想を信じるがあまりもう周りが見えなくなったりとか、結局やっぱいろんな人の意見聞いた上で自分が内側から信じられるようなものを見つけるっていうところが、リテラシーとして必要なんじゃないかとね、僕はね、思いますよね。でもなんでエイミーはそもそも亡くなっちゃったわけ？実は現在も調査中なんですよ。ただですね、エイミーは亡くなる直前、体調が悪かったっていう情報もあるんです。エイミーは癌と診断されていました。しかし病院での治療を悪と考えていたエイミーは治療を拒み、療養のためメンバーたちと2020年8月にハワイに移転。ハワイの広大な自然に囲まれ、自分の病と向き合おうとしていたんです。しかし怪しいカルト集団の移転に地元住民は猛反発。地元の人々がラブハズボンの車や家に卵や石を投げつけたり、窓を壊したり、地元警察が動く事態になりました。結局ラブハズボンはハワイから撤退。2020年9月にコロラドに戻ります。さっさと解散せえもう。しかしエイミーの体はすでに呼吸困難に陥り、下半身は麻痺。それでもエイミーは治療を拒み、アルコールとマリファナで症状を緩和しようとしていました。メンバーは警察に家が捜索された夜にエイミーが死亡したと主張したんですが、警察はエイミーは車の中で亡くなり、メンバーは遺体とともに数週間移動していた可能性が高いと発表。ホラー映画すぎるでしょ、それも。カリフォルニアからエイミーの遺体を輸送するためには日産の SUV が使われたんです。車の座席はリクライニングされており、遺体を横に置いて数週間旅をした形跡が残っていました。そして現在警察が調査しているのはエイミーの死因だけではありません。実はラブハズボンには多額の資産が残されていたんですが、そのほとんどがミケルの名前で登録されていたんです。実は真のリーダーはエイミーではなく、警察に通報したミケルなのではないかという噂もあるんです。エイミーの死因もラブハズボンの実態もはっきりと分かっていないため、今回の事件の全貌も未だに不明な点が多いんです。エイミー以外にも被害者は多いため、一日でも早い解明を願います。